こんにちは、ソングです。今回は最初の動画で YouTube をすぐに始めてくださいといった内容をお話ししましたが、では YouTube を始めた、もしくはこれから始めようと考えているんだけど、具体的にどうすればいいのか、 YouTube を始めて最初にやるべきこと3つ解説していきます。他の YouTube 攻略系チャンネルでは最初にジャンルを決めるとか、カメラやマイクなどの機材を揃えるといった内容を投稿している人が多いから、それをやればいいんじゃないのって考えている方が多いと思います。それはそれで間違ってはいないんですが、それよりももっと前の段階ですね。それを決めておかないと今後の YouTube 運営に最も関係してくる内容となっていますし、それをしておかないとネタ切れで行き詰まったり、モチベーションが続かなくて最終的にはチャンネルの維持もできなくなってしまうということになる可能性が高くなります。ただ自分は好きなように好きなタイミングで YouTube をやるって人はこの動画を閉じてください。そうではなく、これから頑張って勉強して YouTube チャンネルを運営していこうっていう方、そんな方たちに直結する内容をお伝えしていますので、ぜひ最後まで聞いていってください。それでは YouTube を始めて最初にやるべきことの1つ目、長期的な計画を立てるっていうことです。皆さんがどんな思いで YouTube を始めるのか、もしくは始めようと考えているのか、個人であれば有名になりたい、お金を稼いで小遣いを増やしたい、 YouTube を本業にして今勤めている会社を辞めたいとか、企業の方であれば会社の商品を宣伝したい、認知度を上げて売り上げも伸ばしたい、会社をブランド化させたいといった考えがあると思うんです。でも YouTube チャンネルの運営は一つ動画を出しただけでは収益化や宣伝効果を得るのは非常に難易度が高く、むしろ不可能だと思っています。その動画が戦略を練って完璧な動画であれば少しは期待できますが、全くの新規の方が作ってもおすすめに載ることはもちろん SEO 対策もできていないので、検索から探してもらうことすら難しいんです。なので動画をたくさん投稿していく必要があるんです。ではどうすればいいのかっていうことなんですが、企業さんではそれぞれの会社に商品がありますから、その商品の宣伝をするっていう内容を動画にすると思うんですね。ある程度の動画本数を作ることが可能となってジャンルも決まっていきます。一方で個人の方ではどんな動画を投稿したいのか、どのくらいの期間 YouTube ができるのかっていうところから始まります。単純にやりたいことを動画にして投稿するのではずっと続けることが難しくなってくるんですね。そして投稿頻度にばらつきができてしまい、動画のジャンルもバラバラな内容になってしまうので、最終的にはチャンネルが成長しない、収益化が何年経ってもできないっていうことになります。それにやりたいことをやるだけでは多くの先輩 YouTuber さんたちが経験したネタ切れという壁に当たります。ネタが切れてしまうとネタを探さなければならなくなってしまい、動画投稿の頻度も落ちてしまいますし、最終的には YouTube をやめてしまうってことにもなっていきます。一本の動画を作るまでの労力や時間が取れなくなって YouTube チャンネルの維持が難しくなってしまい、それを回避するためには YouTube チャンネルを始める前に数ヶ月または数年先の計画を立てることが重要になってきますから、短期で結論を出すのではなく、長期的な成長も視野に入れた計画を決めることで継続も支えてくれます。次に YouTube を始めて最初にやるべきことの2つ目は、目標を設定するということです。長期的な計画を始めるにはまず具体的な目標を設定していくことが大切です。例えば1年後にチャンネル登録者を1000人に増やしたいとか、再生回数が動画1本に対し月平均1万回再生されるようになるといった数値的な目標を定めます。もちろん正確に決める必要はないんです。動画を投稿していくにあたり、そのチャンネルの成長は各チャンネルごとに差がありますので、目標の情報修正や下方修正をしながらチャンネル運営をしていけばいいからです。そして目標を設定する数値なんですが、自分がやろうとしているジャンルの中で上位の方のチャンネルをチェックしてみましょう。投稿頻度や一番再生回数が多い動画はどんな内容なのかということが分かってきます。つまり
似たようなジャンルのチャンネルではそのくらい需要があるって期待できますから、目標設定の参考にできますし、どれくらいの動画投稿が必要になるのかってところまで分かってきます。目標を設定してもその設定値まで全く届かないってこともありますので、そんな時は他の人と何が違うのかを見比べてみて、自分の弱点を知ることに意識してください。そうすることで YouTube に対する姿勢や意識も変化していき、1年後くらいには YouTube 運営が継続して維持できるように自分自身が変わっています。少し精神論みたいになっていますが、実際 YouTube を始めたばかりと1年後では考え方や取り組み方も変わっています。チャンネルを成長させるためには、投稿者の取り組む姿勢や意識など考え方から変わっていく必要があるということですね。1年チャンネル運営を頑張ればずっとチャンネルを維持できるようになっていますから、長期的な計画で目標を設定することが大事になってきます。続いて YouTube を始めて最初にやるべきことの3つ目は、スケジュールを決めるということです。 YouTube 運営をするためには無理のないスケジュールを立てることが大切です。例えば私のスケジュールでは、月曜は朝から15時くらいをめどに台本作成し、17時くらいまでの2時間は読み上げ練習を行います。火曜日は朝8時から10時までは再度読み上げ練習、10時から11時までの間撮影をします。そして11時から17時までを動画編集、17時から18時必須でサムネイル作成と最終チェックを行い、公開時間設定でアップロードします。水曜日と木曜日は月曜日と火曜日の繰り返しとなります。金曜日は私は本業に入ります。そして土曜日と日曜日はお休みという形で撮っています。こんな感じで週2回投稿するように YouTube 運営に時間を割り振っています。本業は曜日関係なくどの時間帯でも発生した案件に対し対応していますので、完全に YouTube 運営に時間を振っているわけでもないんですね。全くスケジュール通りにいかない曜日もありますから、その際は1日ずれる感じで土日で最終的には修正をかけています。 YouTube 運営状況の確認などは土日や祝日、休憩時間などで行うこともあり、特にスケジュールには入れていませんが、必ず確認をしています。仕事をしながら副業で稼ぎたいっていう人は基本的に時間が多く取れないはずです。その短時間で無理のない時間を YouTube 運営に当てるように心がけてください。もし無理をして毎日1本投稿するような運営方法だと、ネタ切れも早めてしまい、うまく撮影や編集ができなかった日は遅くまで時間を使ってしまい、 YouTube 運営に時間を取られてしまって睡眠時間を削るといったことにもなってしまいます。まずは毎日のルーティンに無理なく取り込んで、週に1本投稿するところから始めてみてください。最悪体調を崩すようなことになってしまうと、会社や家族にも負担がかかってしまいますし、頑張っている YouTube の動画投稿もできなくなってしまいます。 YouTube を運営するにあたって週1本投稿してた人が月1本になってしまうといった投稿数にばらつきや投稿頻度が落ちてしまうと、視聴者は離れてしまい、視聴者が離れてしまうとチャンネルの成長が遅れてしまうといった状況に陥ります。それに1日1本ペースで良質な動画を投稿できれば問題ないのですが、数をこなそうとして撮影や編集が雑になり、動画の内容が適当でそのまま投稿してしまう、こういった YouTube 運営になってしまうと、視聴者さんがチャンネル登録をしてくれなくなってしまいますし、動画が適当で飽きてしまって最後まで再生されなくなり、視聴維持率の低下につながってしまいます。これは絶対に避けてください。せっかく YouTube 運営に貴重な時間を使っているんですから、いい動画投稿をして皆さんに見てもらいましょう。ということで、この動画を見てくださった皆さんは1ヶ月や2ヶ月で結論を出すのではなく、長い目で見て最終的にこうなりたい、それを叶えるためにはこんな運営方法でやろうって長期的にわたって無理のない YouTube 運営ができるようになるはずです。 YouTube は頑張れば必ず結果が出ますというお話をしていきました。最後まで聞いてくださいましてありがとうございます。今後も YouTube 運営頑張っていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。